はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、トラッキングデバイスですね。スマートウォッチなんですけど、Whoop っていう日本にはまだ入ってきてないアメリカ最新のトラッキングデバイスについて解説していきます。まず最初に、日本でも問題になっているオーバーワークなのかどうか、オーバーワークってあるのかどうか、これ、終止符打てます。オーバーワークが可視化できるデバイスになってます。最初にですね、ざっと概要だけ説明すると、こちら Whoop に関しては24時間ずっとつけっぱなしで大丈夫です。電池も1週間ぐらいだったら全然持ちますね。下手すると2週間ぐらい持つかなっていう感じでした。なので充電の心配はほぼいらないです。その充電に関してもこのつけたまま充電できるんですよ。どういうことかって思うんですけど、ちっちゃい充電パックみたいなのが来るんですよ。それをここにカチャってはめて、で、ちょっと大きくなっちゃうんですけど、つけたまま充電できるっていう、これ画期的だと思うんですよね。で、よく Apple Watch 使ってる方とか、他のスマートウォッチ使ってる方って、いちいち取り外して充電ポートに置いて、で、その間はその自分の歩数とか、自分のコンディショニングっていうのをトラッキングできないっていうので、それがちょっと問題なんですけど、これに関してはもう充電したままつけっぱなしできます。これめちゃくちゃいいですよね。でも、最初に言うと、これ自体にスクリーンとかないんですよ。なので時計はまた別でつけなきゃいけないっていうのがちょっと難点というかマイナスポイントなんですけど、マイナスポイントとしてはそういう感じですね。つけ心地としてはすごく軽いです。Apple Watch 使ってる方はいると思うんですけど、それよりもフィット感もあるし、つけててトレーニング中にこの手首に当たるとか一切ないんです。すごくフィット感が良くて防水ですし、スイミングの時も使えますし、全然気にせずつけてられるデバイスになってます。またこのバンドとか金具とかいろんな種類から選べるので、僕らなんかは結構人と被りたくないっていうところがあったんで、色を変えて使ったりしていました。で、僕がワシントン DC のピーダーフィットネスに入社したての頃ですね、みんな左手にこの Apple Watch つけて、右手にまた別のものをつけてたんですよ。ちょっとパッと見なんかリストバンドみたいなのをつけてて、なんだあれはと。一人二人じゃなくて、結構うちのビーダのトレーナーたちって両手にこうつけてるんですよ。で、これ左手は何用かっていうと、全然カロリー計算とかに使ってなくて、忙しいトレーナーになると、パーソナルのセッションがもう本当にバックトゥバックで、もう休憩時間がなく、次とこう、8セッションとか多い日だとこう一気に繋がっちゃったりするんですね。で、その時にお客さんから今ちょっと遅れるとか、リスケしてほしいとか、連絡見るのにいちいち携帯を出してこう見る時間もないし、特にセッション中なんかはお客さんに対しても失礼になるんで、もう Apple Watch でパッて確認して、返答が必要な場合はボイスメッセンジャーで返答してっていう感じで、左手には Apple Watch。こっちはもう業務用ですね。業務用でみんな使ってて、で、右手にこの Whoop っていうアメリカ最新のトラッキングデバイスを使ってました。僕今つけてないんですけど、僕もアメリカいる時使ってました。ちょっと今、アメリカじゃなくて別の国にいることが多いので、サポートが海外にいると使えないんですよね。実際にこのデバイスは使えるんですけど、何かあった時に無料で交換してくれたりっていうサービスがあるんですけど、それがちょっと受けれないっていうので、ちょっと今停止してる状態なんですけど、僕、DC にいる時はずっとつけてました。単刀直入に言うとめちゃくちゃいいです。すごくいいです。で、この機能めちゃくちゃいっぱいあるんですけど、特に僕が使ってて気に入ってた。で、また他のスマートウォッチとか、そのトラッキングデバイスにはない、Whoop ならではの特徴をピックアップして今日は解説していきます。そうですね。一番最初に言ったオーバーワークを可視化できるっていうところからちょっと入っていくんですけど、やっぱりオーバーワークなのかどうなのかって目で見えないじゃないですか。自分が疲れてるかどうかってもう自分の感覚でしかないし、自分的には疲れてるけどまだやれるんじゃないかとか、これってやりすぎてるのかとか、すごくどうなんだろうって考えることあると思うんですよ。で、ネットでもやっぱりオーバーワークとか言われてるので、どうなんだろうって考えるのは自然なことだと思います。なんですが、こちらオーバーワークかどうか数値で出してくれます。そうなんですよ。トレーニング時にそのハートレート、
心拍数とか、このスキンテンプチャー、体温ですね、とか、酸素レベルですね、オキシジェンレベルとかを総合的に判断して、今トレーニングの強度がどれくらいかっていうことも判断してくれます。だから自分ではトレーニング追い込んでるつもりでやってるけど、この数値を見た時に実際どうだったかっていうのをその場でフィードバックすることができます。なので、自分がトレーニングを追い込めてるかどうかもその場で確認できるので、トレーニングの強度を保つ。自分の目的、目標に合わせたトレーニング強度まで至っているのかどうかっていうのも確認できます。その今日のトレーニングが終わった後に、どれだけそのトレーニングによってその体が疲労して、今日の夜寝なきゃいけない睡眠時間も計算してくれるんです。ここも僕のすごいお気に入りのポイントで、トレーニングどれだけ追い込めたか、どれだけやったかってことも評価してくれて、数値してくれて、じゃあそのトレーニングによって体がこれだけの睡眠は取らないとリカバリーには足りないですよっていうことも数字で出してくれます。なので、例えば夕方ぐらいになってくるとサインが出てくるんですよ。今日の睡眠時間はこれぐらいあなた必要ですよ。8時間半は寝なきゃいけないんだな。日によっては9時間寝なきゃいけないんだなっていう日もあるんですけど、そうやってリカバリーこれだけ取んないとダメなんですよってことも数値化して出してくれます。で、また朝起きた段階ですね。睡眠の解析、分析もしてくれて、あなたの睡眠を評価してくれて、その睡眠がどれだけ昨日の疲労を取ったかっていうところも評価してくれます。なので、例えばトレーニングある程度の強度でやりました。ならあなたは9時間寝ないといけないです。9時間寝ました。じゃああなたがどれだけ今日回復してるかっていうことも出してくれます。で、その睡眠によっても9時間仮に寝てたとしても、その浅い睡眠が続いている場合とかもあるんですね。深い睡眠に入って体がしっかり回復している時間と浅い睡眠の時間を計算してくれて、あなたがどれだけ回復できたかっていうことも出してくれるので、本当にトレーニングを追い込むこともそうだし、トレーニング追い込んだ後しっかり休息する。これの目安にもなってくれるので、すごくトレーニング時助かってました。なので、このウープを使っていれば自分がオーバーワークなのか、それともアンダーワークなのか。これアンダーワークっていうのは追い込みきれてないってことですね。まだまだいけるよっていうレベルの意味でアンダーワークって言うんですけど、オーバーワークじゃなくてアンダーワーク。まだまだもっと追い込めるよっていうこともこのデバイスは教えてくれます。画期的ですよね。まあでも日本にいつ入ってくるかは正直わからないですね。でも日本に入ってくるってなったら必ず日本語対応にもなってるはずなので、興味のある方はぜひ使ってみていただきたいですね。もうなんかオーバーワークどうのこうのうんぬんかんぬん考えなくてもこの数字で出してくれるんでわかりやすいです。で、皆さん多分気になってるところの料金だと思うんですよね。どれぐらいするの？まずこれはサブスクリプションです。なので最初は0円です。最初は0円というか、この本体代にはお金かかりません。ただ、毎月毎月このサービスを享受するのに、月額料金がかかってきます。いろいろプランがあって、月額払っていくのであれば、30ドルなんで、4200円ぐらいかな、今のレートで。毎月。安くないですよね。ちょっと高いですよね。でもパッケージプランがあるんで、一番割安になるのが2年パッケージ。で、その下が1年パッケージっていうのがあるんで、で、1年パッケージだと、毎月2700円ぐらい。で、一番割安になる2年パッケージですね。2年パッケージだと、月々が2200円ぐらい。だいぶ下がりますよね。半額ぐらいになるのかな？毎月払っていくプランからすると。で、初月に関してはトライアル期間で30日間無料で使えます。はい。僕も最初どうかなと思ってトライアルで始めて、で気に入ったので使ってたんですけど、気に入ればそのまま継続でいいし、気に入らなければ返送すれば、30日間のうちでやったら料金一切かかんないので、無料だったら始めやすいですよね。で日本に入ってくるってなったとしても、多分初月無料は多分同じシステムでやると思うので、ただなんでぜひ使ってみて、気に入れば継続していけばいいし、いまいちだな、2つつけるのめんどくせえなって、両手に出せえなとかって思うんだったら、やめればいいかなって思うので、ぜひ日本に入ってきたら試していただきたいなというふうに思いますね。やっぱりこのオーバーワークなのかっていうところを可視化できる。で、逆を言えば今度アンダーワークなのかっていうことも見れるんですよ。自分のトレーニングがしっかり自分を追い込むレベルまでやれてるのか。これ逆に言うとアンダーワークっていうんですね。
で、オーバーワークも可視化できるし、アンダーワーク、もっとやれるよっていうところも数値化して見せてくれるので、もっと強度を上げてやらなきゃいけないなっていうところも背中を押してくれるデバイスになってくるので、僕はすごくおすすめだなっていうふうに思いますね。自分のトレーニング強度をしっかり分析してくれて、で、それに必要な休息、リカバリーですね、に必要な睡眠も計算してくれて、で、その睡眠も分析してくれて、どれだけ回復できたか、どれだけ体が元気になったかっていうのを見てくれるので、本当にオフの取り時が迷わなくなります。やっぱりトレーニング、ある程度中級者になってくると、もう休みを取るのが結構難しくなってくるじゃないですか。わかると思うんですけど、体力もついてきてるし、トレーニングもある程度分かってきてるんで、やっぱりなかなか休む勇気が取れなくなってくると思うんですよね。なかなか休めないんだよねって言ってるトレーニーさん多いなっていうふうに感じるので、ウープに関しては本当に休んでくださいよっていうことも言ってくれるので、本当にオーバーワークで疲労がもう蓄積していくと、もう今日はオフの日にしてくださいっていうことも言ってくれるので、本当にオフ時も迷わず、じゃあ今日割り切ってアクティブリカバリーの日にしようとか、今日は有酸素だけやって回復に専念しようとか、もう今日は本当にトレーニング全くやらずにリフレッシュしようとかっていう、オフの日の選定にもすごく役立つデバイスになってますので、もし日本に入ってくることがあれば、ぜひ試していただけたらなというふうに思います。はい。僕のチャンネルでは、こういった日本に入ってきてない、海外の最新のフィットネス情報を配信しているチャンネルになっています。もし面白いなとか、興味を持っていただいた方がいれば、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。